まあどちらかっていうと、ね、熱処理の中でも焼き入れじゃなくて焼き戻しの方が大きいなっていうのはやっぱり実験でも分かってて、焼き入れより焼き戻し、はい、はい。まあ、焼き戻しによってまあ、ね、炭化物っていうのが析出されたりするんで、まあ、それの量じゃない時間と温度がまあどちらかっていうと結構炭化物には影響強いのかなと思うんですね。通常であればおっしゃる通りですけど、ただ一個だけその焼き戻し以外でもめっちゃ関係してくるのがオーバーヒート気味です。ああ、はいはいはい、そうですね。熱を与え、その過程で熱を与えすぎてしまったやつはもうどない頑張ってもでっかく膨れ上がって、もう何しようが無理みたいな、そしてよく錆びるみたいな、毛穴が開きっぱなしみたいな感じになっちゃうんですよね。いやそれはすごいあるな。そのオーバー、まあ、デッドスチールとかね、いろいろまあその熱ちょっと与えすぎてるからかどうかわかんないけど、やっぱり青髪系に結構それが出るケースがその通り。多い。はい。白より青の方が多分伸びにくいんですよ。だからオーバーヒート気味にしないと伸ばせないと思う。ああ、そういうことか。そうするとそれに当たるとめちゃくちゃ錆びやすい。加工するのにっていうことですよね。そうです。加工しやすくするのにやっちゃうってことです。もう早く作らないと商売なるほど。一日何本作っちゃうのっていうぐらい作るじゃないですか、包丁屋さんって、どうしてそんなに伸びるのって俺は思っちゃうんですよ。その大工道具の方の仕事からすると、なんで伸びちゃうのって、多分柳刃とかって叩きながら伸ばしてるんですか。もともと長いものなんですか。よくわかんない。もともとこれぐらいですね、伸ばすと。で地金ひっつけて、で地が叩きながら伸ばしていくんですよね。あんだけの長さに伸ばすわけですから、でしょ。なんか不可能を可能にする何かがあるのかと思っちゃうんですよね。そのカンナとかって今お話で伸ばすって言ってたと思うんですけど、その叩いて伸ばすことに性能的な違いは出ると思いますか、そのカンナとかにおいて。出ると思います。良い結果が出ることの方が少ないような気がします。要は引き伸ばしたことによって逆方向に進む、要は悪くなる可能性。触れば触るほど悪くなると僕は個人的に思ってるだけです。はい。それはどの鋼材においても言える。合金は特にですね。炭素鋼はそんなことないかもしれないです。良くも悪くもですけど、合金に関してはいい方になるのをあんまり聞いたことがない。一度なんか包丁の発見の方に、その方もご年配で80代ぐらいの方だったと思うんですけど、あんまりいじらん方がええって言ってました、その方は。その金属はあんまりごちゃに入れない方がいいと思うみたいな話をその方はされてましたね。同意見です。なんかやっぱその伸びとかがあるからむやみにそこを加工するよりかはその出てきた鋼材のそのままの形でなるべくやった方がっていうのはその方はなんかおっしゃってましたね。まあいろんな意見もあったんですけど、って言ってる方もいらっしゃいました。わかんないですよ。わかんないですけど、僕の考えではやっぱ日立金属さんが作った鋼、そこから出てきた鋼をペタッとくっつけてジュッとした方がいいと思います。はい。